はいどうも、マフィアカジタです。なんと今回は天下のエドウィンさんにお邪魔しております。そして今回いろいろお話を伺えるのはこちらの方です。はい、株式会社エドウィンで企画とデザインを担当しております高橋と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、なんでマフィアカジタがエドウィンに来たかと言いますと、小耳に挟んだんですが、エルデンリングとコラボレーションなさるとか、はい、その辺の話がですね、はい、正直ものすごく意外でしてエドウィンとエルデンリング、はい、わからない何になるかわからない、はい、からこそ一報があった時にすぐご連絡差し上げたんですよ。なんか興味があるから取材させてもらえないかということでお問い合わせしたんですけれども、快くエドウィン側であれば問題ないと、エドウィンとしてお答えする形では問題ないということで、今回お邪魔できることになりました。で、そもそもなぜエルデンリングとのコラボなのか、でも俺も含めて視聴者も皆さん気にしてると思うんですよ。なぜエルデンリングなんですか？やはり非常に魅力的なゲームというところで、何か弊社としてもいい関わり方というのができればいいなというのは考えていました。私の方がもともと別の企画の方でですね、ゲームとのコラボレーションの案件というのを担当していたことがあって、やはり、次に何かをやるべきかということを常々考えていたところで、僕もたまたまなんですけれども、梶田さんのエルデンリングを過去プレイしている動画を見て、実はもともとそういったグロ系のゲームってあまり得意ではないんですけど、梶田さんのプレイを見て、これだったら僕もできるなというところで、プレイをエルデンリングをプレイしたのが実はきっかけなんです。本当に俺のゲームプレイを見てエルデンリングをプレイされた、でコラボにつながった。そうなんです。俺のおかげなんだ俺のおかげだったの、エルデンリングとエドウィンのコラボは。そうなんです。実はきっかけでいうと本当にそこでして。本当？はい。でもやっぱり一般的にじゃあそれをやりたいからといって、やはりいきなりエドウィンが今まさにおっしゃった通り、なんでエドウィンとエルデンリングなのっていうところは非常にあると思うんですよ。でただ僕がエルデンリング側のデザイナーでそういったグッズを出すってなった時に、じゃあどういったもの、僕アパレルの人間なのでアパレルだったらどういったものが考えられるかなっていうふうに、検討し始めまして、でそこでいろいろあるの中でやはりエルデンリングといえば汗人というふうに主人公が言われている通り、汗た色合いっていうところが大きな一つのキーワードになっているかなと思ってます。でデニム製品っていうのは、そういった履いていく中でどんどんその人の形に対して色が褪せていってダメージだったりとかですね、そういったふうにどんどん良さが出てくる商品なんです。そういった考え方でいうとエルデンリングという世界観とエドウィンという世界観は非常にマッチした製品が作れるんじゃないかなというところがこの取っかかりになってますね。こじつけの天才ですね梶田さんにそう言われると本当に光栄なんですけど、俺もだいぶ得意な方ですけれども、なるほど、汗人からインスパイアされてってことですね。そうですね。非常に弊社の商品でそういったダークファンタジーの世界観とのコラボレーションっていうのは過去ないんですけれども、だからこそそういったしっかりと土台ができていれば、ちゃんとハマるんじゃないかっていう思いがあって、それを私の方で提案させていただいたというところからコラボレーションが始まってます。だってファンタジーとデニムはむずいっすよ。いないっすもんファンタジー世界、いわゆる我々日本人が想像するような、ファンタジー世界においてデニム履いてるキャラクターって現代からの転生者でもなければいないんで、だからエルデンリングとのコラボに関してもデニム履いてるキャラクターもいないしなってやっぱ疑問を抱いてたんですけど、そこをうまくアイディアで解決してるわけですよね。そうですね、おっしゃる通りデニムを履いてるキャラクターっていうのはいないんですけれども、
そういった世界観を表現したものをじゃあいざデニム商品以外のもので作ろうとなると、なかなか一般のやっぱり中古感とかがすごい、強くしないと成立しないかなっていうふうに考えたんですね。でそこで他の素材で置き換えるとすごい本当汚らしいものであったり、それがイコールでいいものっていうふうにはなかなかならないんじゃないかなっていうふうに思ってたんです。ただそこを解決できるっていうのはやっぱデニムの素材っていうのはもともとダメージジーンズとかクラッシュだとかそういったものでデニムジーンズ、デニムだったら、そういったかすれているものが当たり前というような世間一般の認知の皆さんもありますので、これはもしかしたらいけるんじゃないかというふうに考えました。こじつけの天才やわいやそれ納得感しかないですもん、その説明が。確かに現代で一般の使用に耐えうる素材の中で、そういったコンセプトに合うものデニムだわと、そうですね、こじつけさせていただいたんですけれど、デニムかギリギリレザーだわって感じです。そうですね、レザーとなると、昨今サスティナブルの問題であったりだとか、本革を使うってなると非常に高価なものになってしまって、コストかかるんですよね。梶田さんがお召し物はまさにそういったものだと思うんですけどね。まさしくレザーとデニム、つまり俺そのものがエルデンリングここで得意のこじつけがということですね。じゃあちょっとね、そんなアイディアの結晶をですね、これサンプル見せていただけるということなんで、実際に商品を見ながら説明していただいてもよろしいですか。かしこまりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、こちらが実物のサンプルとなっておりますが、まずは何から説明していただけるんですかね。そうですね、まずはエルデンリングのキャラクターである、今回メリナをですね、メインのモチーフにしてデザインをしております。なるほど。エルデンリングの中でもですね、軽装備というところが一番普段着に落とし込みやすいかなというふうに考えていました。ローブとかね、やっぱりせっかくご購入いただくのであれば皆様に普段から着用いただきたいというところで、今回はメリナのローブから着想を得て、今回は普段着でもおかしくないようにコートに落とし込んだという世代です。デニムのロングコートですか。そうです。正直ジーパンで来ると思ってたんで意外でした。そうですね、そこはネットでも多くの方でそういう反応をいただいています。でも確かにエルデンリングの世界に合わせるんだったらジーパンではなくて、上着系の方がハマるんでしょうね。やはり弊社ジーンズが特に有名なブランドなんですけれども、他にもデニムシャツであったりデニムジャケットだったりアウターもよく商品化しております。でエルデンリングの世界でやっぱりジーパンって出てこないんですよ。そこでやはり拒否感を感じていただく方っていうのは非常に多いんじゃないかなというふうに思いまして、そこを突破するためにもやっぱメインのキャラクターであるメリナをモチーフにしたコートというのを今回作成させていただきました。メリナっぽさっていうのはやっぱこのフードですよね。そうですね、かなり今回大きいフードに仕上げていまして、かぶった時にもう顔が隠れるぐらいの大きさを想定しています。こういった形ですと例えば SNS とかに投稿していただく際にももうこのまま修正なしでいただけたりとか、顔隠してね。そうです、ご購入いただいた後にもいろんな方にいろんなさまざまなお楽しみ方がしていただけるんじゃないかなというふうに。メリナも初登場時はこうやって顔隠してましたからね。そうですね、そのやっぱ不気味さっていうのもある種必要だなというふうに思っていますので、俺が普段こういう服を一切着たことがないんでわからないんですけども、一般的にこういうロングのコートって皆さん若者は着てるんですか。はい、実際に着用されている方はあります。特に感度の硬い方が多いですかね。ただ男性と女性にもちゃんと着用いただけるようなデザインとフィッティングには仕上がっていますので、そこはご安心いただければ。でメリナコンセプトなのは分かったんですけども、もっと具体的にどこがエルデンリングなのかっていうのを。そうですね、今回こちらまだサンプル品ですので、表現というのは少ないんですけれども、こういったところどころにですね、実際にダメージ感とか汗てる感じっていうのが出てくるんですね。よく見ると分かりますね。パッと見ちょっと分かりづらいんですけど、こちらが本生産の場合だとよりはっきり出てきたりとか、あとは実際にやっぱ日々着用していただく中で、こういったジーンズ特有の色の落ち方、そういうふうに
色が落ちていくことによって、その着用者の、風合いになっていったりとか、より着やすくなっていったり、またかすれ感っていうところが表現できるかなというふうに思います。なるほど、軽量化、重量と防御力はどんぐらいですか？防御力はそうですね、重量はまあ3とかめちゃめちゃ真面目に答えてくれますはい、ちょっと重量は3なんですね。イメージ感を考えて、はい、なのでゲームやってるから、はい、なのですごいローリングはいいんじゃないかなという。ローリングは軽いですよね。はい、ローリングは軽ロリができますよね。もっさりしないと思います。ドッスンローリングじゃない。はい、これ後ろ見せてもいいですか？はい、どうぞ。これね、後ろにやっぱエルデンリングとして外せないエンブレムが入ってるんですよね。はい、そうですね。やはりまあデニムのただロングコートを作ってるのももちろん、メリナのキャラクター性に合わせるとそれでいいんですけども、やはりこのグラフィックのかっこよさっていうのは僕だけじゃなくファンの皆さんも常々感じてると思うんですよね。これはかっこいいよ。はい、でこれを、プリントとかではなくて、これもジーンズ特有のレーザーによって表面を削っていますと、そうすると中の白さっていうのは少し出てきて、こういった風合いになるんですね。表面削ってこれ出してるんですか？そうです、そうです。だから自然にこのエンブレムが浮かんできたようになるんですよね。はい、なので本当にハードに着用していただくと、ところどころこういった色味っていうのがあちこち全身出てくる、風合いが出てくるという、例えばここナイフでやられたらここにスッて入るわけです、その通りです、その通りです。はい、やはりダメージを受けてなんぼかな。じゃあやっぱ着て育てていくのはジーパンと同じなんですね。そうです。このロングコートも。はい。これね、変にエルデンリングとか入ってなくて主張してないのが逆にいいなって思ったんですよ。はい、だから本当に作中でこういうなんかいわく付きの装備みたいな感じの風合いになってるんで、はい、ゲームを知らない方でも見た瞬間にかっこいいなっていうふうに思うことがやっぱり非常に大事だと思っています。でも最近の確かにさっき言った感度の高い若い子はこういうの着てるんだな、はい、俺もちょっと挑戦してみたの。ぜひぜひ。さあこちらなんですけれども、サイズはどのくらいで展開するんですか？サイズの展開はですね、S、M、L、XL となってますね。XL、入りそうですかね。まあかなりマントが元になっているということもあって、大きめには作ってあるので、まあ梶田さんでもおそらくは大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど。ちなみにこのサンプルは何サイズなんですか？こちらは L サイズになってます。着てみていいですか？わかりました。じゃあちょっと今の泥棒じゃん俺が着ると盗人じゃん。多分ですね、サイズがぴったりすぎてですよね、余裕がないので、ちょっと怪しさっていうのがこの着こなし、これ俺ロングコートじゃないですよね。これそうです。ちょっと本来であれば膝下の形を想定してるんですけども、足りないはい、梶田さん身長何センチぐらい？190。195。やっぱり195センチの方がいる。195ではないです。190ですね。ごめんなさい。L サイズだと少し小さいかなと思うんで、これちょっと別のサイズ。そうですね。これはちょっとね、さすがに俺の体に予想はついてましたけれども、ツンツル点なんですよね。せっかくそうですね、着ていただいたんですけど、ちょっとなんか取っちゃうともう小学生の雨がっぱみたいになっちゃってるからやっぱロングコートはロングじゃないとかっこよくないんで、もう一つでも商品ありますよね、エルデニング。デニムシャツの方がありますね。ですよね。ちょっとまずはそっち見せてもらってもいいですか？かしこまりました。さあ打って変わって、こちらはスタンダードなデニムシャツに見えますけれども、これはエルデンリング？ですね、こちらは弊社がよく実際に製品化しているデニムのシャツなんですけども、ボタンとかはいつもより沈んだ色を使ってよりエルデンリングの色味というものを大事にしています。なるほど。なんかちょっと緑がかってますね。そうですね、深い緑のような印象で、確かにちょっとファンタジーっぽいかも。そうですね。で先ほどのコートでもそうだったんですけども、普通のブルーのデニムにさらに黒にオーバーダイという上から黒く染める技法になりますね。オーバーダイのダイって何だろう？染めるっていう DYE。死ぬじゃないんですね。ちょっと違いますね。でもエルデンリングになんかあった名前ですね。エルデンリング。オーバーダイ。エルデンリングだとあれですね。死亡した時に確か雄大っていうふうに出ますよね。でとにかく死にまくるんで。オーバーなしっていうのもぴったりですねこじつけですけれども
はい、気づいていただきました。まさに狙ってるんですかそれ。まあこれは本当偶然なんです。偶然？はい。あくまでエルデンリングの世界観に合う色を表現するためにどういった手法がいいかなっていう中で、たまたまより青を暗い方向に進めたらいいんじゃないかなと思った時に、この手法ってオーバーダイって言うじゃんっていうところで、実はそこも僕としてはうまくこじつけられたなって思って。こじつけ王かこじつけ王じゃないですか。すげえな。あんまり言ってると恥ずかしくなって。でもやっぱ狙ってたんですねそれは。そうですね。すげえ、オーバーダイって言うんだ。ぴったりだな。そこら辺が先ほどと同じようにうまいこと少し汗せた感じとかも出てきていて、着用していくのでどんどんいいものになっていけばと思ってます。これがオーバーダイで出る色なんですね。そうですそうです。で襟と、ここのなんか三角が実にアメリカっぽいというか。そうですね。ここは弊社もともとの形を使っているんですけれども、よりお客さんに使いやすいはコートよりもこちらの方かなというふうに思っておりますね。どっち先に発想が出たんですか。ロングコートとデニムシャツ。やはりまずいかに世界観を合わせていくかっていうところを大事にしていたので、まずはコートの方が先に出ました。やっぱり。でその後もっと使いやすい商品をっていうことで、ロングコートもいいけれどもデニムシャツの方が着こなしは楽だろうって。そうですね。それともう一つデニムコートだとどうしても使用上やっぱり2万円ぐらいのお値段になってしまうんですよ。なるほど。はい。そこここだったら1万円ぐらいで成立ができるので、より多くのお客様の手の取りやすいものというふうに考えた次第ですね。これちょっとまた背面をね、お見せしたいんですけれども、この通りねやっぱりしっかり入ってるわけなんですよ。そうですね。これをレーザー加工で表現してるんですけど、ここに至るまでにもそれまでにさまざまなサンプルですか。加工感がいろいろテストをしていて、その中でやっぱりこういった方向性が一番いいよねというところを探していって、決めているという次第ですね。オーバーダイの色が一番よく出てると思います。やっぱりこの方向性だとエルデンリングっていうのとはちょっと違うかなっていうふうに思います。ちょっとね怪しい暗く沈んだ感じのこのダメージが一番いいですね。そうですね。はっきり出すぎるとやはりちょっと派手すぎるかなとか着にくいなっていうところもありますので。でこれになるとちょっと薄すぎてさりげなさすぎるんですかね。これうっすらと傷に混じって浮いてるぐらいの。そうですね。スカシかなみたいな感じなので。確かにいろいろ研究した結果これに行き着く理由は分かります。はい。これも正直なんとなくもう分かりきってはいるんですけども、サイズ感ってこれサンプルは今どれくらい？これもですね L サイズを想定しているんですけどね。ワンチャンいけるかな。いや着てみます。念のため試しにちょっとだけ。わかりました。切れた。よかった。多少窮屈ではありますけれども、ギリギリなんとかなってる。俺初めてこういうシャツ着るけどどうかな、似合ってるかな。丈はちょっとあれだけれども。そうですね。やっぱり L サイズだとほんのちょっとだけちっちゃいかもしれないですね。ちょっとだけ。そうですね。北斗の拳ごっこが若干できるくらいのサイズ感は小さいとは思うんで、残念だな。やっぱ俺には無理か。エルデンリングのこのやつ着るの。こうなると梶田さんすごい筋トレもされてるのでサイズ感がねちょっとそうですね。ちょっとうちのパタンナーとか生産担当とちょっと相談してきていいですか。もしかしたら梶田さん専用のものをちょっと作ってくれるんですか。せっかく本当取材してきていただいて大変ありがたいので、もし袖もかなり短そうですし、ちょっと特別に今ピリって言ったかもしれない。ご用意した方がいいかもしれないですね。いいんすか。サイズ測ってもらったりとかして、作るのちょっと時間かかると思うんですけれども。そうですね。ちょっとまた後日本当お忙しいと思うんですけどご足労いただければできるかもしれない。そんな俺のためだけに特別なサイズ作ってもらっちゃって。本当特別に。やった。相談しています。ダメだって言われたら俺これみちってパーンって弾けるとこ見せますんで。これでいいのか。せっかく今俺の手元にあるぞってかっこよく来ていただきたいので、ぜひちょっとお時間ください。ありがとうございます。じゃあちょっとね
計測じゃあ今日してはいまた後日ってことでいいですか？そうですね。はいわかりました。はい。やった。皆さんマフィア梶田がちゃんと着れるサイズを作ってくれるということなんで、ちょっとこの動画、また後日に分けて編集してつなげたいと思います。よろしくお願いします。というわけで高橋さん、はい。3、4週間ぶりくらいですかね。大変お待たせしました。すみません。ちょっとパタンナーの方もはい頑張ったんですけど、ちょっとお時間かかっちゃいや本当にサイズ測って3、4週間で作ってくれると思ってなかったんで、あいえいえありがたい限りです。はいで、はいもう早速なんですけど、はいこちらが俺用のサイズでわざわざ作ってくださった、はい現状この世で唯一のエルデンリングコラボのマフィア梶田サイズモデルということになるんですけれども、はい。まあ早速着てみてからですよね。そうですね。実際に普通の人が自分に合ってるサイズ感で着たら、はいこんな感じのルックスになりますよっていうのを見せるのが目的なんで、はい。ちょっと実際に着てみましょうか。はい。はい、よろしくお願いします。盗賊から暗殺者って感じですね。であれば狙い通りなので良かったかなと思います。だいぶランクアップした感じがします。よかった。丈感によってこうも違うんですね。そうですね。今回、横幅はだいたい XL と同じぐらいなんですけども、やはり梶田さん身長とか腕が特に長かったので、そこら辺は調整しています。なるほど、はい、確かに俺が着てこんなに袖に余裕があるの久しぶりです。手伸ばしてもだって、はい、ぴったりですもん。ぴったり、マジびっくり。ここ一番上は飾りボタンになってるんですね。はい、特にエルデンリングのルーンのようなイメージを想定してそのボタンを設定してます。ルーンのイメージかな。なるほど。でこのボタン下以降のボタンみんな隠れてるんで、これなんて言うんでしょうっけ？こちらは肥沃という仕様になってまして、一番上のボタンとは違って、つけた時にも表に出てこない仕様になってます。全部隠れてる。はい、この方がメリダのコートのイメージには近づくかなということで、ボタンの色も変えてよりつけた時にも目立たないような仕様にしてますね。いや正直エルデンイメージで、いくらまあそのファンタジー寄りというても、デニムのねこのロングコートだから。まあやっぱり現代的なデザインになるだろうと思ったんですけども、こうして俺自分の体に合ったサイズで着てみるとマジでファンタジーの世界にいてもおかしくないくらいにはちゃんとコートっぽく見えますね。それでいてもローブっぽく、はい、これでもちゃんと日常的には十分耐えうるデザインかなというふうに、ですね、はい、こうやってポーズ取ると邪教徒ですよ。いいですね、より世界観が、ポーズ一つで盗賊にも暗殺者にも邪教徒にもなれる非常に使い勝手がいい。これはいい、でもこれ着てるだけでなんかコスプレしてるくらいのテンション感あるな。そうですね、僕としても本当コスプレに近い形でもっといろんな方にいろんな服装を試していただいて、で自分に合うものっていうのを見つけられるとよりファッションが楽しくなるかなというふうに思ってます。これ開けてみよう、楽しみ。はい、一番上開けてみる。一番上を開けると、俺のこのいつもつけてるその首飾りっていうんですかね、これを見えるようにしても、いいですね。より梶田さんらしさが出たかもしれない。装備感が高まりましたね。何かしらのバフ効果がある。そうですね。いやでもね、予想以上にかっこいいです。ありがとうございます。俺本当にこういう服は自分が着るなんて想像もしてなかったですけれども、似合ってんじゃねえかこれ、もしかして。そうですね、すごい締まって見えますし、これいいわ、これ本当にいいわ。ぜひ日常でも使っていただければ、皆さんね、何を見てほしいかっていうと、皆さんのサイズ感で例えば SMXL、SML、XL でしょ。はい、そうです。の中から自分の体に合ったサイズを選ぶとこういう着こなしになりますよっていう。そうですね。ちょっと俺が着る上では一般のサイズがそれ分かりづらかったんで、今回わざわざ作ってもらったんですけど、こんな感じになります。いいでしょこれ。
僕としては気持ちちょっと大きめの方がよりこういった怪しい雰囲気が出るかもしれないな。大きめの方がいいですねこれ。思いますねやっぱぴったりめじゃないですね。これ大きめですね。オーバーサイズで着るべきですね。意外と女性が L サイズを着ても可愛かったりもするので、はい、デニム製品なので、やはりどうしても使用上色落ちっていうのがちょっとあるんですよ。なので内側にすごい白い T シャツを着てるとちょっとだけ色が移ってしまうっていう恐れはある。はい、なので、そこがデニム製品の特徴でもあり、色移りが多少あるからこそ、そのどんどん色あせてってよりいいものになっていくっていうところもあるので。なんかローブ取ると途端に怪しさ薄れて、はい、ああこれはこれでいいな、俺はスキンヘッドだからちょっとやっぱ怪しさ残っちゃうけれども、メリナも作中でブワッとマントを広げてかがんだりとか、やっぱそういう動きがあるとよりかっこいいかなというので、はい、こうあいいですねいいなこれ。なんかこれ着てるだけで、はい、無駄にダイナミックな動きをしたから街中ではい、いちいちポーズが決まるんじゃないかなと。ああどれでなヒーローがみんなロングコート着る理由分かったわ。映えるんだなるほどいやお見事です。これロングコートの良さ十分分かったんで、はい、次は、はい、デニムシャツの方かしこまりました。試してみたいと思います。はい、切れちゃいましたよかったです。バッチリです。あよかったです。これジャストサイズだとこんなに着心地いいんですね。これも先ほどのコートと同じように、横幅とかは XL 相当なんですけど、丈感を調整させていただきました。なるほど。俺初めてこういうシャツ着ますけれども、なんかやっぱ当たり前ですけれどもジーパンに合いますねいやちょうど多分色味的に、同じ色すぎてもおかしいですけど、上が濃い色になってるので、多分締まって見えて違和感がないんだと思います。ですね。でチェックですよ。はい。おおパンってならないよ。ちょっともう一回久々に見たかったんですけど、これパンってなってたら台無しなんでならないぴったりだわ、はい、マジぴったり。背中の側も突っ張らない。あよかったです。うわーすげえ。やっぱ測ってもらうと違うな。これがオーダーメイドっちゅうやつかすげえ。で俺なんかこれ一番上開けますけれども、はい、一番上止めるとまた印象変わるんですよね結構よりきれいめな感じになるかなと。きっちりした感じ、はい、開けてもいいのかなこれは。梶田さんの場合は開けた方がいいですね。俺もねなんか開けた方がしっくりくんな。いい首周りもきつくないと。開ければ開けるほどいい開ければ開けるほど、もう全部開けちゃう全開けもいいな。よかったです。これって、はい、着こなしですけれども、さっきのロングコートもそうですけれども、はい、なんか何と合わせるといいですよとかアドバイスってあります？俺なんか下こういうのしか履いてないんですけど、本当にデニムでもいいですし、カーゴパンツとか、ただ統一しているのはやっぱり暗めの色の方が作品の世界観にも合っているのでおすすめかなっていうとですね。それならオタクは大得意です暗めの服しか着ないんでね、はい、僕も黒ばっかり着てるんで大得意でございます。女の子なんかはねこれ着たりすると、なんならもうワンピースみたいな風に見えなくもないですね。はい、非常に可愛く着ていただけるかと思います。俺も初挑戦だけれどもこれは結構自分にはまってるような気もしないでもないな。新しい扉が開きました。新しい扉が開きました。いやありがとうございます。こちらこそ。ねでこの2着ともこうしてエルデンリングコラボの商品、実際に着てみるとこうなりますよっていうのをお見せしてきたんですけれども、最後にねこれって実際にどうやって手に入れるのかって、俺もね恥ずかしながらテンションで取材に来ちゃったんで分かってないんですよどこでどうやって買えるんですか？ですね、弊社の EC ショップですね、そちらの方で限定発売となっておりまして。 EC ショップ限定なんですよ。はい、予約の開始が11月15日となっております。なるほど、11月15日、そこから11月25日までの予約受付となってるんですけども、どうしても
ちょっとどれぐらいのご要望があるかわからないということで、数量に限りはあるんですけれども、できるだけ多くの方に、お届けするような準備はしていますので、ぜひお買い求めいただければと思います。期間ちょっと短いですよね。そうですね。25こういったデニムコートの特性上、やはり今お届けの想定がですね、3月の下旬頃なんですよ。あまりそれより遅くなってしまうと、今度着用いただける時期がやっぱ短くなってしまうかなというのがありまして、できるだけ早くお客様にお届けするためにも今、そういったスケジュールとさせていただいてます。猶予は10日。はい。いやでもそのくらい急げ駆け込めって感じの方がグッズっていうのはプレミア感高まりますからね。いやそうですかね。っていうか、もっと PR した方がいいですよ。PR は、現時点で俺がこれを知って残り10日ってびっくりする時点で結構やばいっす。下手くそそこは今後の反省に生かして、まあ本当に想像を超えるご要望があった際にはですね、私たちともできる限りのことをしたいと思っていますので、ちょっとそこはまたもしかしたら販売の方法っていうのは変わるかもしれないんですけども、俺らもこの動画なるべくね、せっかく協力してもらったんで急いであげますけれども、期間が期間なんでね、まあでもこの動画を見て駆け込み注文とかあれば、もう俺もエドインさんも嬉しいんで、ぜひ皆さんそちらご検討ください。概要欄に載せときますんでね、リンクとか貼れますもんね。大丈夫です。ここからお申し込みくださいっていう、じゃあそれやっときますんで、急いで注文したいっていう人はぜひぜひね、この動画見たすぐにチェケラーです。よろしくお願いいたします。というわけで今回は本当に長々とお付き合いいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。もう別日にまで分けて収録させていただけるとご足労おかけしました。申し訳ない。ありがたい限りです。じゃあ最後にですね、ぜひ今回の企画の中核なわけですから、お客さんにお気持ちを、エルデンリングを好きなお客さんにお気持ちを伝えていただければと思います。そうですね、以前お話しさせていただいた通り、やっぱりなんでエドウィンとエルデンリングなのっていう思いを抱えている方って非常に多かったんじゃないかな、それが不安につながってるんじゃないかなというふうに思いまして、今回たまたま梶田さんから取材のご協力いただいて、こういうふうにお伝えする場ができて、そこの不安が少しでも払拭できて、でより商品に対して何か思いを感じていただければ、これ以上のことはないかなと思ってます。まだ逆にこの商品からこういうのがあるからエルデンリングをプレイしてみようっていう方がもしいらっしゃってるようでしたら、僕としてはそれ以上の喜びはないので、ぜひとも皆さんお買い上げのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでマフィアカジラの YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。また次の動画をお楽しみにしておいてください。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。